どうも、翔太郎です。いや、皆さん、ディレイって単なる山彦効果だと思ってませんか？それって正しいんですけど、でも実はディレイってもっと深くて、例えば入れたディレイのその音自体はほとんど聞こえてないのに、それがあることによってミックスのクオリティがめちゃくちゃ上がるみたいな使い方があるんですよね。そして実際こういう使い方ができるかどうかがミックス上級者とそうでない方の違いだったりします。今回から2回シリーズでディレイを徹底解説していきます。これを見ていただくとディレイを使うことの判断基準が身につきます。ぜひ最後までご覧ください。質問があればコメント欄までお願いします。では行こう。はい、では今回から全2回ディレイ徹底解説っていうのをやっていきます。今回は1回目でまずは基本的な事項を押さえていこうと思います。そしてこの基本的な事項を知ることによって第2回目のディレイを使った様々なテクニックの解説が理解しやすくなりますんで、ぜひ今回も最後までしっかりとご覧ください。今回の内容はこの4つになります。まずディレイとは何なのかっていうお話で、次はどう選ぶのか。ディレイにもいろんな種類があったりしますよね。これをどうやって選んでいくのかっていうお話で、あとはどう調整するか。これはパラメータ解説ですね。で、あとはどうつなぐか。これよく言われるんですけど、先導がいいんですか、インサートがいいんですかっていうお話ですね。このあたりにもバッチリ回答していきますんで、ぜひお楽しみにしていてください。で、この4つが分かればディレイで迷うことはなくなるかなと思います。はい、ではそもそもディレイとは何なんでしょうか。これはですね、原音に遅れた音を追加するエフェクトってことですね。イコール山彦なんですけど、冒頭でも言ったようにディレイは山彦効果を得るためだけのものではないんですね。で、主な用途としては次の5つがあるかなと思います。まずは山彦効果。あとは音を太くしたりすることもできます。あとは疑似ダブルを作り出したりすることもできますし、空間の演出ですね。そういうようなこともできたりもします。で、あとは飛び道具みたいな使い方もできたりするんですけど、これ結構面白いんですけど、これは第2回目で解説していきたいと思います。ここで一番押さえておいていただきたいのは、山彦はディレイの使い方の一つに過ぎないということですね。山彦みたいに分かりやすく返ってくるような使い方の他にも、ディレイって本当にいろんな使い方ができるんですね。そのことをまずはしっかりと押さえておいてください。で、ここでたまに質問が出るんですけど、ディレイとリバーブってそもそも何が違うのみたいな話ですね。ディレイとリバーブが何が違うかっていうと、基本的にはディレイが土台となってできているものがリバーブっていうことなんですけど、もう少し詳しく見ていくと、ディレイっていうのは遅れた回数が独立した音として聞こえるってことですね。返ってくる回数をある程度は数えられたりするみたいな感じですね。認識ができるっていうことですね。これは山彦とか演出とか飛び道具として使ったりするっていう感じです。さっき言った感じですね。たまには聞こえないディレイみたいなのも使うわけですけど、基本的にはそうやって数が数えられるものとして使う音っていうことになります。で、それに対してリバーブっていうのは無数の反射の音が混ざり合って残響になってるんですね。で、なんで返ってくる反射音の残響の回数っていうのは数えられないものですね。で、これで部屋の響きとか、あと距離感、奥行き感とかを作っていくための音っていうことになります。で、リバーブに関しては詳しくはディレイシリーズが終わった後にリバーブ徹底解説っていうのをやりますんで、そちらで詳しくお伝えします。リバーブは無数のディレイが重なって混ざったものっていう風に捉えていただければいいんじゃないかなと思います。で、今回この辺のお話なんですけど、実はコメントをいただいた内容から今回のこのスライドを作らせていただきました。こんな感じでコメントいただければ、それを参考に動画の内容をさらに厚くしていったりできますんで、もし何か知りたいことがあれば、コメント欄かコミュニティの方か、もしくは LINE 公式の方で僕にご連絡いただければ、それを動画制作の参考にさせていただきます。ぜひガンガン書き込んでください。では次の項目、どう選ぶってとこですね。これは2枚のスライドでお伝えしていこうと思うんですけど、まず1枚目、ディレイタイムで使用用途が変わるっていうお話をしていきたいと思います。この図にあるように、ディレイタイムっていうのは、どれぐらい遅れるのかっていう時間で表すんですけど、こちら側が短いショートディレイですね。で、だんだんディレイタイム伸びていって、ロングディレイ、長いってなるみたいな感じです。で、これそれぞれどういうものなのかというと、まずは一番短いもの、ショートディレイって呼ばれたりしますけど、なんとなく30ミリセック以下とかそれぐらいの感じですかね。これはですね、音を太くしたり、疑似ダブルに使ったりとかします。このショートディレイっていうのは、山彦的には認識しづらい、耳にはあんまりディレイがあるのか分かりづらいんですけど、原音の方に馴染んで厚みを作り出したりするような用途で使ったりします。
で、2つ目、スラップバックですね。スラップディレイって言われたりしますけど、単にスラップって言ったりもしますね。それは 60ms とかから 200ms とかそれぐらいですかね。これも結構幅はあるんですけど、これが何かっていうと、単発の跳ね返りを狙って入れたりするようなことが多いかなと思います。音が鳴った後に一発パンと返ってくるみたいな。で、これはボーカルとかギターとかに入れるとすごい良くて、特にギターとかってこのスラップバックのディレイを入れることによってロカビリーとかのギターみたいな音ですね。ブライアン・セッツァーのギターに必ずそういうディレイがかかってるんですけど、そういうような効果を得ることができるようになります。で、次、ミディアムからロングディレイですね。で、これは 200ms 以上とかなんですけど、はっきりと山彦に聞こえる音ですね。返ってくるのがはっきり聞こえると。こう演出とかそういう用途で使っていきます。で、これだけだとちょっとわかりづらいと思うので、ちょっと実際に音を聞いていただきたいと思います。はい。では、それぞれのディレイタイムの音を実際に聞いていただきたいと思います。まずはショートディレイですね。今回 30ms に設定させていただいております。で、これでスネアドラムの音を用意したんで、それに対してのビフォーアフターを聞いていきたいと思います。では、まずビフォーですね。これに対してディレイを適用していきます。どうですかね、なんか金属的な響きになったというか、質感が変わったような感じはしますけど、ディレイ音をディレイ音だけで認識することはできないですよね。もう原音に混ざっちゃってるみたいな感じですね。で、こんな感じで疑似ダブルを作り出したりとか、音を太くしたりとかはしていきます。何を隠そう、これが聞こえないのに効果的なディレイってやつなんですね。ショートとかスラップとか、ディレイタイムの短いものは、単純にディレイ音と認識しづらくなります。でもすごく効果的なんで、こういうものをプロは結構使ったりしています。で、その他の軸として音量で聞こえなくさせるっていうテクニックもあったりするんですけど、その辺の話は次回詳しくお伝えしていきたいと思います。じゃあ次、スラップバックですね。スラップディレイとかやられたりしますが、これも聞いていきたいと思います。で、今回は 200ms に設定してあります。さっきのショートディレイよりディレイの存在が少しわかりやすくなるかなと思います。これはもうアフターを聞いていただきたいと思います。はい、どうですかね。さっきよりかなりディレイ音としての認識ができるかなと思います。今は結構 200ms みたいに割と長めにしてあるので、ある程度しっかり認識できてますけど、これもうちょっと短くするっていうのだと、本当にパパンって返ってくる感じで、もうちょっと音を太くするみたいな感じで使えるようになったりもします。ちょっと聞いてみますね。100ms にしてみました。こういう感じですね。さっきよりちょっと原音に近づいて、少しだけディレイ音が分かりづらくはなったんですけど、でもショートディレイほど分かりづらくはないっていう感じですね。で、この状態でミックスをちょっと下げていくと、こんな感じで、ほんの少しだけ返ってくるみたいな、こういう使い方とかを結構したりします。で、これは実は、スネアとかにあんま使わないで、どちらかというと、ボーカルとか、エレキギターとかによく使われるんですけど、今回はちょっとディレイ音だけを分かりやすくするためにスネアで聞いていただきました。では次は、ミディアムからロングディレイを聞いていただきたいと思います。で、今回はさっきの倍ですね、400ms に設定してあります。ではこれをもう聞いていただきたいと思います。みたいな感じですね。もう分かりやすく山彦ですよね。ディレイと言ったらまずはこれを想像される方が多いんじゃないでしょうか。このような形でディレイタイムを長くしていくことによってどんどんディレイ音が聞こえてくるっていう感じになりますね。で、それぞれのディレイタイムによって使用用途が変わっていくってことになります。で、さっきもちょっと言ったんですけど、この数値はあくまでも目安で厳密にここに書いてある数値じゃなきゃダメということはありません。ご自身のミックスに最適な数値で使っていけば大丈夫です。で、あとは呼び方とかもそのプラグインや機材によっていろんな呼び方があったりするので、これも本質を押さえてなんとなくそんな感じの名前っていうので押さえておいていただければ大丈夫です。で、ここでのまとめなんですけど、同じディレイでも時間で役割が変わるってことですね。ディレイタイムによって使い方が全然違うものになるってことです。じゃあどう選ぶかの2つ目。今度は質感で種類を選ぶっていうことになります。デジタル、アナログ、テープって書いてあるんですけど、なんとなく代表的にはこの3つかなっていう感じです。で、デジタルっていうのはですね、正確でクリーンな音ですね。
原音に忠実というかもうほぼそのまんま返ってくるですね。返ってくる音も非常にくっきりしていて、例えばポップスとか EDM なのとかですっきり見せたい時とかに使ったりとかします。デジタルディレイを使っていたとしても、その後でいろいろ加工したりすることによって、アナログっぽい雰囲気を出していくこともできたりもするんですけどね。2つ目、アナログ。これは暗くて太いような質感になります。で、繰り返すごとにこもってどんどん劣化していくみたいな感じですね。で、その劣化が温かみになっていって、なんかいい感じになるっていう感じがあります。で、あと次。テープディレイですね。これはもう温かい雰囲気ですね。飽和とか音揺れとか広域の減りとか、そういうものでなんとなく温かい雰囲気が出るんですけど、一番音楽的って言われるような質感だったりします。で、かけるだけでもう質感プラスされるので、実際ディレイ音を入れなくてもテープディレイだけに通すみたいな使い方もあったりします。ではデジタルディレイ、アナログディレイ、テープディレイをそれぞれ音を聞いていきたいと思います。ディレイタイムはすべて同じ300ミリセックに設定してあります。ではまずデジタルから。では次、アナログ。最後、テープディレイ。どうですかね、三者三様ですごいそれぞれ特徴的な音かなと思います。基本的には自分の好きな音色を選んでいけばいいかなと思います。で、アナログとかテープとかだったりしても、それぞれのプラグインによっても結構音色が変わってきますんで、いろんなディレイを試してみて、そのディレイの特徴的な音を欲しいからそれを使うみたいな選び方をしていくといいんじゃないでしょうか。どう選ぶかっていうのをまとめると、用途でディレイタイムを選んで、質感で種類を選ぶっていうことになります。この2つの選択基準を知っておくと1個参考になるかなと思うんで、ぜひこれは押さえておいてください。で、次、どう調整するっていうところですね。パラメータ解説になります。これは4つのパラメータが基本なので、それをまず解説していきます。まず1つ目、ディレイタイムですね。これさっき出てきましたけど、これはどれだけディレイ音を遅らせるかってことですね。さっき言ったように用途で選んだりとか、あとはテンポに合わせたりとか、そういうような感じで考えていただければいいかなと思います。で、最近はディレイタイムを、例えばその楽曲のテンポの8分音符で鳴らすとか、不点8分音符で鳴らすとかを、もう音符で選べるような感じもあったりするんで、非常に便利になりましたね。昔はそれの辺は全部計算でやってたんで、結構大変だったんですよね。で、2つ目、フィードバックですね。これは何回聞こえるようにするかですね。ディレイ音を何回繰り返すかではないっていうところにちょっと注目してもらいたいんですけど、ディレイ音ってどんどん音量が小さくなっていくんですね、基本的には。なので、ディレイ音が繰り返せば繰り返すほど、他のオケに混ざってしまってだんだん聞こえにくくなってくるんですね。なんでフィードバックは何回返ってくるかではなくて、トラックに混ぜて聞いた時に何回聞こえるようにするかみたいな感じで使っていくといいかなと思います。で、これ1個注意点なんですけど、フィードバックを上げすぎると発信するっていうことが起きます。音が暴走するというか、なんかちょっとハウリングみたいというか、音がずっとフェーンみたいになってしまうっていうことがあるんですね。あえて発信させて、それを飛び道具として使うっていうのも結構面白いんで、これは次回お話しするんで、ぜひお楽しみにしておいてください。で、3つ目。フィルターですね。これはディレイ音の不要な周波数を削るっていうことです。ミックスっていうのは各音で面積を取り合うっていうものになりますんで、原音を邪魔しないようにディレイ音の方では不要な周波数を削っていったりします。で、あとは単純に音色を変えるため、かっこいい質感に変えたりとか、そういうためにフィルターを使ったりします。で、4つ目、ミックスですね。これは原音とディレイ音のバランスですね。ドライとウェットでどっちにするかみたいな感じでやります。ちなみにドライっていうのが原音ですね。ウェットっていうのがディレイ音ですね。それを 100% ウェット側に持っていくとディレイ音だけ、100% ドライ側だと原音だけみたいな感じで数値を変えることによってバランスが変わっていきます。これパラメーターの役割さえ分かればどのプラグインでも基本は同じなので、まずこの基本の4つのパラメーターを理解するようにしましょう。それぞれのパラメータを動かした時にどのような感じになるかっていうのをちょっと聞いていただきたいと思います。ではまずディレイタイムなんですけど、これは基本的にはさっきお見せしたものと同じなんですけど、1個挙動を見ていただきたいんですけど、ディレイをかけた後にディレイタイムを動かすとピッチが変わっていくっていう特性があります。ディレイタイムを遅くしていくとピッチが下がって、ディレイタイムを速くしていくとピッチが上がるという現象が起こるので、それを見ていきたいと思います。
このような感じでディレイ音のピッチを変えて遊ぶみたいなこともできたりします。あとはさっきも軽く触れたんですけど、ここですね。今、8分の 1D って書いてありますけど、負点8分ですね。このように、音符の種類でディレイタイムを選んでいくこともできたりする機種もあります。では次、フィードバックですね。これは何回聞こえるようにするかっていうところなんですけど、これもどのように変わるかっていうのを見ていきたいと思います。まずフィードバックを一番絞ると、このように1回だけ返ってくるって感じになるんですけど、徐々に上げていきますと、返ってくる数が増えてくる。で、これをすごく上げると、音がずっと残り続けるみたいなことですね。になっていくということですね。これを発信と言います。で、この発信の使い方に関しては、次回詳しくお伝えさせていただきます。で、次、フィルターですね。ここでローカットとハイカットをしていくことができます。ディレイ音の音色がどうやって変わっていくかちょっと確認してみてください。ローカットを入れるとこうやってどんどん低音がカットされていきます。で、ハイカットの方見てみますね。このようにカットされていきます。結構これはハイとローをある程度カットした状態で音を少し曇らせるような感じで使うことが多いかなと思います。こんな感じですかね。なんかこんなような質感で使うようなことが結構多いような気がしますが、これも場合によるので、その楽曲に合わせて調整してみてください。ミックスつまみの方に関しては、単なる音のバランスなんで、ここでは割愛します。LINE 公式でプロを目指すための最初の3ステップを解説した動画公開中。はい。では最後の項目なんですけど、センドとインサートはどちらがいいっていう質問ですね。センドにした方がいいのか、インサートにした方がいいのかってどっちがいいですかみたいなのって本当によく聞かれるんですね。で、これの回答はですね、どっちでもいいです。なぜか使いやすければどっちでもいいですし、最終的にはもう音が良ければもうそれでいいので、どちらでも大丈夫です。ただ、これで終わってしまうと、判断基準とかも全然わかんないよっていう状態だと思いますんで、一応それぞれがどういうものかなっていうのを理解していただきたいかなと思います。で、両方の特性を知って、その時に一番使いやすい方を選べばいいかなと思います。ではまずセンドに関して見ていきたいと思います。センドっていうのはですね、ディレイ専用のトラックを立ち上げ、ここですね、この概略図ちょっと見ていただきたいんですけど、ここに原音が3つあって、そこにディレイをインサートした単独のトラックがあります。で、そこに対して原音から音を送っていくって感じですね。こういうのがセンドってことになります。で、これは個別にディレイ音の処理をすることが可能になるってことですね。原音たちはそれぞれディレイを介さない音がアウトに行くので、それとはまた別にディレイに単体に別のプラグインをかけたり、例えばディレイ音を歪ませたりとか、あとはディレイに対してリバーブをかけたりとか、いろいろなことがディレイ単体にできたりします。で、これはさっきもお伝えしたんですけど、複数のトラックに同一のディレイを適用できるってことですね。昔はこれが結構メリットで、昔はパソコンの CPU が結構貧弱だったりしたので、ディレイをあまり多く立ち上げると CPU に負荷がかかったりしたんで、そういう面のメリットもあったんですけど、最近はその辺はほとんど合ってないようなものかなと思います。でも、同一のディレイを使っておくことのメリットは他にもあって、例えばディレイの設定を変えたいとき、ちょっと音色を変えたいなとか、ディレイタイムを変えたいなっていう時とかに、個別にインサートしていると、それぞれ全部を変えなきゃいけなくなるんですけど、センドでディレイをかけている場合は、これ1台だけ変えれば OK ということになるんで、非常に作業効率は良くなったりします。ミックスは必ず 100% ウェット側に設定して使うようにしましょう。ここを例えば 50% とかにしておくと、ここから送られた原音が 50% 混ざった音がここに出力されてしまうということになるんですね。そうすると原音の方の音量管理が非常にやりにくくなってしまったりとかもしますので、必ず 100% ウェット側に設定して使うようにしましょう。センドっていうのは、やまびこ系のディレイ、よく聞こえてくるようなディレイは基本こっちを使うのがいいんじゃないかなとは思います。
そのディレイ音に対していろんな加工をしたりとかパンをいじったりとかいろんなことができるようになる柔軟性も生まれるので、原音とは別物として扱うっていう意味も含めてやまびこ系には先導で使うのをお勧めしております。では2つ目、インサートですね。これまず概略図見ていただくと、原音のトラックにそのままディレイを入れて、でそれをそのままアウトに出すってことですね。原音トラックに直接挿すってことです。もうその音専用のディレイということになります。各チャンネルに直接インサートして原音を直接変化させるっていうことですね。もう原音の一部みたいな感覚で使っていくディレイっていうことになります。でミックスをドライ側に寄せて原音とバランスを調整すると。ドライウェットを 50% にするとディレイと原音が同じバランスなので、基本的には 50% より下で使うことが多いんじゃないかなとは思います。でもこれも用途にもよるので、別にそれにこだわる必要はないです。で注意点なんですけど2つありまして、まずはディレイ音のみを個別で処理することができないということですね。でこれできないっていうと実は言い過ぎではあるんですけど、このディレイのプラグインの中でできることであればディレイ音だけを処理していくことはできるんですけど、例えば他のプラグインを使ってディレイ音だけを処理するっていうことは基本的にはできなくなるということになります。であとはインサートする順番によって処理が変化してしまうっていうのがあります。例えばこの原音の最初にディレイを入れると、例えばその後にコンプとか EQ とか挿した時にそのディレイがかかった音に対してコンプとか EQ を適用していくことになります。なので基本的にこのような使い方をする場合は、このディレイに入れる前にコンプとか EQ とかそういった下処理系のプラグインはインサートして処理しておくべきかなと思います。ただもうディレイ音を適用した状態で最終的な音質調整でこの後に EQ を入れるとかそういうようなこともあったりするので、もうそこは用途次第っていうことにもなったりします。でショートディレイとかスラップバックとかはこっちが多いかなと思います。でも何回も言いますけど、これも全部決まりはないので使いやすい方を使えばいいかなと思います。はい、では今日のまとめです。ディレイとは原音に遅れた音を足すってことですね。でやまびこっていうのはよくディレイはやまびこだよって言われますけど、用途の一つに過ぎないということですね。で選び方はディレイタイムで用途を選んで、質感で種類を選ぶってことですね。デジタルなのかアナログなのかテープなのか選んでいくってことになります。でパラメータはですね、もう役割が分かればもうどのプラグインでも基本は同じなので、ここは4つを押さえておけば大丈夫かなと思います。であとセンドかリターンは使い分けの基準はあるんですけど、最後は使いやすさとか自分が慣れてる方とか、いい感じになる方で選んでいただいて大丈夫です。でこのように使い方が分かればディレイはもう迷うとこはあまりないので、次回は様々なディレイの使い方をお伝えしていきたいと思います。これミックスで絶対に使った方がいい技術とか、あとは困った時のお助けみたいなディレイの使い方とか、そういうような使い方を解説していけますんで、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。あと質問がありましたらコメント欄の方にお願いします。皆様の質問が他の方の学びになったりも本当にするので、ぜひぜひ書き込んでください。書き込んでいただいた質問に対しては僕はもう出し惜しみすることなく極力丁寧に答えていきますので、ぜひぜひお願いいたします。あとは高評価とかチャンネル登録とか本当にやっていただけたら僕めちゃくちゃ嬉しくて、もうやる気めちゃくちゃアップしますんで、ぜひぜひこちらもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。